はい、皆さんこんにちは。年始トラベラーアイアンウッドでございます。さあ、前回の動画の最後で電光掲示板にね、私が取った便が出ない。ほんまにね、もう僕あの時もうそんなうろができましたよ。もしかしてね、バルセロナじゃない空港から取ったのかとかいろんなこと考えたんですけど、ここの空港ね、第2ターミナルがあるんです。もうね、それが分かって第2ターミナルへね、移動してきました。まあね、ドキドキしたんですけど、いつまでたってもね、この案内板に出てこないんですよ。で、一生懸命調べてね、 B43 から45がゲートだって言うんですよ。でそれがね、どこに書いてるかっていうと、ここに9時15分、10分ね、スタッガードじゃない、これはイギリスです。あれさっき見つけたのにまたない。スツットガルドやね。びっくりした。合ってる9時15分ですよ。スツットガルド。もうこのね、ドイツ読みとね、英語読みと全然ちゃうから、もうドキドキするよね。今これどっち？スツットガルドになってるじゃないですか。9時10分です。ごめんなさい。9時10分。スツットガルド。その下のね、スタンステッドがね、イギリスなんですよ。そう。で、スツットガルドは、R か S か U かの、これターミナル1も2もギリギリまで決まらんのやね。まあいいです。もうやっとさ、ここやって分かったんで、これ多分古い空港ですわ。途中高速道路使ってね、バスが来ましたから、すっごく離れてましたよ。とても歩いてこれるようなターミナルに同距離じゃなかったんですけども、なんとかね、3時間前に着きました。まだ私が乗る便の搭乗手続きは始まっておりません。とりあえずホッとしました。これでね、2カ国目が本当はポルトガルはリスボンだったんですけども、リスボンが昨日の大規模停電で大混乱してます。ですから、ちょうどね、出発するバルセロナも大規模停電、到着するリスボンも大規模停電、とんでもない状態に陥って、昨日ね、もう本当、大変だったと思いますよ。2便リスボン行きがね、ポルトガル航空あったんですよ。で、私たちのあと2時間か3時間後の便の人もね、来てから、だんだんやっぱり騒然とした雰囲気になっていったんですよね。で、最後に夜の10時半になって、もうね、切れたように言われましたよ。もう何にもできないと。ホテルもない。フライトをね、振り替えすることもない。もう自由にしてください。もう自由にしてくださいって、ヨーロッパの土地で放り出されてね、もう本当大変な目に遭いましたけど、とりあえずこの便拾っていただいたので、もうリスボンには行かないです。リスボンに行ってね、もしドツボにはまった場合、シャレならないので、3カ国目の予定だったローマに向かいます。で、スツットガルド経由なんです。これも実は大変だったんですよ。直行便がね、ブエリング航空ですけど、ブエリング航空に関してはもう飛ぶか飛ばないかね、当てにならないし、そもそも、ブエリング航空の本社が、大規模停電の真っ只中だから予約受け付けてなかったんです。で、粘ってもよかったんだけども、粘る気力もなくって、で他の会社いろいろ探して、そしたらどこだったかな、イージージェットだったかな。これ直行便がね、ローマじゃなくてミラノがあったんですけども、これがええなと思ってね、予約しかかったら、最後の最後のね、クレジットカードを打つところで打てないんです、カードの番号。あれ、皆さんスマホでやるときどうやってんでしょうかね。制限時間が30秒だって出るんだけど、それが番号を打つスペース隠すんです。でそれをのけてね、ほんの1秒か2秒だけその打ち込むスペースが出てくるんです。でまたね、その制限の時間の表示が出る。もうそれの繰り返しで、最後心が折れて用取らんかった。でユーロウィングスはなんとか最後まで行けたんでね、ドイツ経由にはなりましたけども、
これでいきます。ぐだぐだ言ってますけども、これでなんとかね、正常に戻ったと思います。とりあえず、ラウンジあるのかな、搭乗の手続きあって、ここシェンゲン協定国です。次に行くドイツ、それからイタリアもシェンゲン協定国ですから、国内線扱いになります。なので制限区域のね、出るための、セキュリティだけだと思うんです。そのあたりも含めて次にご案内しようと思います。サラなんとかラウンジに入ってきたんです。ここバルセロナの空港、いろんな場所にラウンジがあって、全部ねサラなんとかの後ろがねなんとかが違うんですよ。これなんとか覚える必要なくって、サララウンジイコールプライオリティパスのラウンジだと思っておけば OK です。ここ第2ターミナルのね、もサララウンジがあります。イタリアだから面白いね。ドレッシングがない代わりにオリーブオイルがあります。なかなかねお国柄が出て面白いですね。ここ使ってるのなんだろう、これ炭酸水かな、ちょっと分かってないですね。でビールはね、なんと缶が1個もなくて瓶です全部。これヨーロッパ風なんですかね。で今から私が乗るのがドイツ便だからか、整列よくねヨーロッパにしたら珍しく綺麗に並んでますよ。さあちょっとね、私も今日というか昨日が本当に疲れたのでこれいただきます。なんか作りがねやっぱり古いんですよね。一昔前の国際空港のような感じでしますわ。今から向かってるのがね S です。 S23 っていうのがどこやら分からずに、もう本当今日の何時でしたっけ、今9時なんですけど、今日の4時前までねこの便に乗るなんて夢にも思わなかった便ですよ。これちゃうんかな、これユーロウィングス、あれですよ。ユーロウィングスがルフトハンザの傘下だと聞いたんですけどね、さっきちょっと AA のマイルつけてよって言ったらよく分かんなかったつけてくれなかったんで、後で帰ってから調べないかになりましたよ。ここで右曲がれってなってますね。 S20 から30だから、さっき見たんちゃうんかな、じゃないんかな。24でしょ、24で手前が23だったらさっき見たやつですよ。あれ5だ、逆ですっていうことはあっちだ。あれまだボーディング始まってないの。ボーディング時間より10分遅く来たんですけどね。よかった。ここで乗り遅れたらもうシャレになる。で今からねバルセロナ空港を出て、シュツットガルドに行きます。生まれて初めてですよ本当ね。ユーロウィンクスなんて乗るのも初めてだし、ヨーロッパね乗るのも初めてです。でシュツットガルドって調べたらね、アルプスのちょっとだけ北ですね。何日か後に行くミュンヘンの西になりますわ。どっちかやったらチューリッヒに近い街のようです。ですから車窓を見れたら楽しみなんですけどね、どうでしょうかね。ではね一旦ここで置いときますよ。でここからねバルセロナ空港、もう今までもドキドキしたバルセロナ空港を後にしてワクワクする、ローマまでね移動します。次回もねぜひ楽しみにご視聴のほどよろしくお願いいたします。